今日は底板を使って簡単なバッグを作っていきます。この太い糸を2本一緒にして編んでいくので、比較的早く出来上がります。よかったら試してみてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。極太で色はホワイト。40g で40メートル。使用界隈の目安は8号。これを2本一緒にして編んでいきます。それと、この底板はセリアさんの底板。材質はポリプロピレン。サイズは10センチの 19.8。穴の数は42。で、今回これしかなくてこれを買ったんですが、以前買ったものはサイズが全く同じで、どちらもセリアさんのものなんですが、こっちは材質がフェイクレザー。合皮です。こっちの方が少し柔らかくて、で、厚みがあって、こっちの方が編みやすいと思います。もしあったら、こっちの方を選択するといいと思います。で、こっちは、これで作ったものはこんな感じ。もう一つ、こんな感じのものも作っています。こっちもとても可愛いので、これは2026年の4月に作ったものです。よかったらこっちも見てみてください。針は 7mm を使います。これで本体を編みます。最初のこの底板の穴から糸を出すときだけ、この7号を使います。4mm です。あとはマーカーととじ針を使います。まず底板から糸を出します。この時は横から見て、この少しくぼんでいる方を上にします。で、横からスタートします。針は細い方。糸は2本一緒。で、糸を引き出します。結んで、同じところ、糸を引き出します。鎖1つ。同じところに細編み1つ。で、この糸端は置いておきます。編みくるまずに置いておきます。これが1つ目の細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。全部一つに一つの細編みをしていきます。あまりきつくしないで大丈夫です。緩めに細編みをしていきます。これで一周します。一周してきました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は2周目。2周目はこの向きではなくて、これを裏返します。で、こっちを上にしてこの向きに編んでいきます。で、その前にマーカーをつけていきます。今糸が出ているところ、ここは真ん中の穴。ここから隣の隣。この細編みにマーカーをつけます。で、またここの隣の隣、ここにマーカーをつけます。こっちも同じ幅にマーカーをつけます。ここが真ん中の穴、隣の隣、この細編みにマーカーで、こっちも同じように真ん中の隣の隣、ここにマーカーをつけます。次も隣の隣、ここにマーカーをつけます。こっちも同じマーカーをつけて2周目を編んでいきます。
糸の出ているところに戻ります。2周目からは太い方のかぎ針で編んでいきます。鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、この糸のすぐ隣、ここに細編みをします。これが1つ目。隣にも普通の細編み、2本の糸の下の普通の細編みで、次はマーカーのところ、マーカーのところには細編み2つ、1つ目、2つ目、次は1つ、次は2つ、次からは1つずつ、このまま編んでいきます。でマーカーのところは2つで、他は1つ、これで1周します。2周目を編んできました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は3周目。3周目は鎖1つと裏返してこちらから編んでいきます。鎖の根元に細編み、また2本の糸の下、これが1つ目で、次も全部一つに一つの細編みをしていきます。そうするとこんな模様になっていきます。これで一周します。で一つ目の細編みに引き抜いて鎖一つ、これをまた裏返して今度はこの向きに編んでいきます。表と裏と表と裏、これを繰り返してしばらく編んでいきます。でこの最初の糸端、こっちが内側になるので内側に引き込んで、糸始末をします。これでここに隠していきます。とじ針で隠してほどけないようにします。これでしばらく編んでいきます。15周編んできました。長さはだいたい14センチ。この長さはお好みですが、最後はこの裏の細編み、内側から編んだ細編みで終わりにします。次にストラップを作る位置にマーカーをつけます。これはまず底を見て整えて、脇にマーカーをつけます。で、私は中央をだいたい13センチ、脇は6センチ、こっちも同じ、これぐらいの位置にマーカーをつけました。ここは少し広めにしました。お好みで調節してください。で、脇につけたマーカーは必要なくなります。で、今の位置を上から見ると、ここが糸の出ているところ、ここが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目。今糸の出ているところから鎖1つ、裏返して外側を手前にして編んでいきます。鎖の根元に細編み、普通の細編み、これが1つ目。次も1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。
マーカーのところまで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次から鎖を編んでいきます。まず1つ目。1つ目の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、これを表から見るとこんな感じ。マーカーをつけました。次は2つ目、3つ目、4つ目、ゆったりと編んでいきます。でこれは作りたいストラップの長さになるまで鎖を21センチ編んできました。鎖の数は20個。最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。裏のこの糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけました。鎖がねじれていないか確かめてから2つ目のマーカーのところ、つなぐときにはこっちが鎖でこっちが長い糸、この位置にして手前から向こうで細編みをします。これでつながりました。次からまた一つずつ普通の細編み、でこのまま向こうまで、ここでまたマーカーのところに細編み、鎖で細編みで接続して一つ目の細編み、ここに引き抜きます。ここまで編んでいきます。鎖を2本編んで1周しました。1つ目の細編みに引き抜きます。でこの状態のままもう1周編んでいきます。表を外側にして鎖1つ、根元に細編み、普通の細編みでマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。でカーブを作ります。まずここ糸を出して、次はこのマーカーをつけた1つ目の鎖、このマーカーのところにかぎ針を入れて糸を出してきます。糸を出して一度に引き抜いて、これでカーブができました。次から鎖の一つ一つに細編み、まず隣細編み、次もこのまま反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またここでもこのマーカーのついている鎖、ここから糸を出します。次はここから糸を出します。一度に引き抜きます。この裏のマーカーがついていたところ、糸を出して、次はここ糸を出して一度に引き抜いてカーブができました。次から一つずつ普通の細編みをしていきます。このまま反対側まで編んでいきます。反対側でも
ここから糸を出して、次はこのマーカーのついている鎖、ここから糸を出して一度に引き抜きます。でここでもマーカーのついた鎖、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。一つ目の細編みの手前まで編んでいきます。鎖に細編みを編んで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。次も細編み、鎖一つ、今度は裏返して内側から編んでいきます。根元に細編み、次もここでは全部一つに一つの細編み、ここも細編み一つ、次もこのまま一つに一つの細編みをしていきます。ここにも一つ、ここにも一つ、これで一周します。一周してきました。一つ目の細編みに引き抜きます。鎖一つ、この鎖は小さめで、これを裏返して外側を手前にして編んでいきます。この鎖にマーカーをつけておきます。全体を包むようにしてマーカーをつけました。で鎖の根元の隣、ここに針を入れて引き出してで引き抜きます。かぶせるようにして引き抜いて、こんな感じ。次も同じ、引き抜いて、次もこのまま全部一つに一つずつ引き抜き編みをしていきます。このまま一周します。引き抜き編みで一周しました。マーカーのところに引き抜きます。鎖一つ、次のこの鎖に見えるところ、この2本あるうちの向こう側の1本をすくいます。これが1つ目。また向こう側の1本、でこれで1周します。引き抜き編みで2周しました。これが最後の引き抜き編み。少し長めに糸端を残して引き抜きます。で針でつなげます。マーカーをつけているところ、この2本の糸の下、手前から向こうに、で最後の引き抜き編み、上からで裏に出します。整えます。あとは裏でほどけないように行ったり来たりして留めます。最後にここに引き抜き編みをします。引き抜き編みをするとこんな感じで可愛くなります。で同じように引き抜き編みをしていきます。この部分だけちょっと違うのでしていきます。糸を出して、でこのまま次2本の糸の下引き抜きます。これが1つ目。マーカーをつけておきます。次はこの段の端、ここに引き抜いて、次はこの段の端、入れやすいところ引き抜き編み、次はここが角になっています。ここには編まないですぐこっち
次はここ。このまま一周します。一周したらさっきのように引き抜きます。で、もう一周編みます。こんな感じで糸始末をして出来上がりです。とても可愛い形になっています。底板を使っているので安定しています。サイズを測りました。上から下まで18、横幅24センチ、重さは 220g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。